た本であるには？情報保存と伝達のためだけなのか？他の要素、紙、フォント、インクなど、それらを手に取った匂いは関係するのか？本なの？違うでしょ？これは？質問の答えは本の起源を遡る必要がある。要素が集まり、個々の輪を超える何かが生まれる、理解する必要が。私たちが本と認識できる最古の本は写本で、紙の束を一方の端で閉じたものですが、本の歴史の大きな転機は15世紀中頃、ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷技術の発明でした。活字の構想はかなり前に東洋文化で発明されたが、グーテンベルクの印刷技術は重大な影響をもたらしました。気がつけば本の生産は位の高い僧侶や支配階級の特権ではなくなっていました。情報は容易に伝達され、継続的な生産が可能になったため、ヨーロッパの至るところに活版所が誕生。このブームで生み出された書籍には馴染み深い部分もあれば、大きく異なる点もあります。本の骨格は紙、印字、そして装丁です。2000年前、中国で文具として紙が発明され、さらにその前にエジプトでパピルスが発明された。16世紀に入るまでヨーロッパでは主に薄い木版や動物の皮を貼って作った丈夫な羊皮紙に文字を書いた。やがてはヨーロッパ中に紙が普及し、大量に使う場合は安価なので羊皮紙にとって変わりました。インクはというと、植物や動物由来の染料を水やブドウ酒と混ぜていたが、水は金属の活字板に付着しないため、活版印刷では油性のインクへ切り替えた。印刷屋はランプのすすをテレビン油とクルミ油で混ぜた黒インクを使いました。字体の大きさや種類は？初期の活字は鉛合金の底面に浮き彫りに鋳造した鏡文字でできていました。手作りで硬貨、鋳造型を彫る人の数だけ異なるデザインがありました。活字が大量生産され、安価なワープロが普及するまでは字体の標準化は不可能でした。ニコラス・ジェンソンに感謝の意を。彼はローマ字体を2種類開発し、馴染み深いタイムズ・ローマンを含む何千もの字体に発展した。これら印刷物は何かで束ねる必要があったが、15世紀末まで本の装丁は木版か何枚に紙を貼り合わせて使われました。やがては繊維でできた板紙がこれに変わりました。板紙は17世紀では高級な装丁に使われたが、後には比較的に安価な選択肢になりました。今日、大量生産の本の装丁は洗練の道具になっているが、初期の装丁は受注生産でした。背表紙にも歴史があります。最初は美的に重要な要素とはされず、初期の背表紙は平たく丸くありませんでした。平坦本の方が机に平たく広げることができ、読みやすかったのです。でもこのような背表紙は日常使用で壊れやすかったのです。丸い形がこの問題を解決しましたが、勝手に閉じてしまうという問題がありました。でも本を持って外出するには柔軟性の方が大事でした。本が進化し、紙の文字が電子画面や電子インクに移行すると、機器やファイルは本当に本と呼べるのでしょうか。紙の手触りや匂いは読書の経験に重要なのでしょうか。あるいは本の姿形に関係なく言葉だけに宿るのでしょうか。より魅力的な歴史、宇宙の冒険、めまいがするような哲学、自分の身体に関するたわいない質問など、まずはこのチャンネルに登録してください。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。